ケンジさん、本当についにこの歴史的瞬間がやってきました。今日私たちが向き合うのは単なる新作ラケットのレビューではありません。卓球用具の進化系当時において数十年間にわたって君臨してきたアウター構造イコール硬くて弾く上級者専用の暴力的な武器という鉄の掟に対してバタフライが真っ向から反旗を翻した革命的プロダクト。そう、最新兵器アウターフォース ZLC です。今日はこの1本を文字通りナノレベルまで分解してその正体を白日の下にさらしていきたいと思います。私の解析は1秒たりとも目が離せませんよ。ケンジさん、最初からエンジン全開というか、もはやオーバーヒート気味ですね。でもその興奮も無理はありません。2025年3月21日に株式会社タマスから発売されたこのアウターフォース ZLC、卓球界でのざわつき方はちょっと異常と言えるレベルでしたから、SNS でも公式発表の直後からアウターなのに上版アユース？ついにバタフライがインナーフォースの安住の地を捨ててアウターの暴力性に優しさを持ち込んだって期待と困惑が入り混じった声で世界中から溢れていました。実際私も初めてこの構成図を見たときは自分のこれまでの知識を総動員して疑いましたよ。だってアウター配置にアユースって今までのセオリーからすれば暴れ馬にわざわざ滑りやすい氷の蔵を乗せるような制御不能な飛びを想像しちゃいますからね。まさにそこが全人類が解き明かしたかった今回の技術解析の肝なんです。アウター構造という爆発的な初速とエネルギー伝達効率を 100% 維持しながらどうして木材5枚合板のような包み込むような安心感が出せるのか。今回の解説では単なる主観的な感想やメーカーの耳当たりのいい宣伝文句は一切排除します。手元にあるアウターフォース ZLC とソフトアウター構造の極限技術解析レポートを徹底的に読み込み、TT ギアラボの精密な実測データ、ヤンカコード指数という国際的な材料工学指標、さらにはバタフライの工場で何が行われているのかという独自の推察まで含めて徹底的に紐解いていきます。科学的な裏付けがあるのは用具選びに迷うプレイヤーにとって本当に心強いですね。私は選手目線で実際に試合の4対4デュースの緊迫した場面でチキータを狙うときにどう機能するのか、相手の重いドライブをバックハンドでカウンターするときにどれだけ手に響くのかという極めて具体的な現場の感覚をケンジさんにぶつけていきたいと思います。道具の知識を深めることは自分のプレー、そして勝負どころでの決断を信じることにもつながります。それではこの動画通じてお届けする深すぎる用具マニアの深淵へどうぞ最後までお付き合いください。さて、まずはこの膨大なレポートの全体像を俯瞰するエグゼクティブサマリーから入りましょう。ケンジさん、このアウターフォース ZLC というプロダクトが卓球用具の歴史にどんな新しい常識を書き加えたのか、まずはその核心部分を詳しくかつ衝撃的な結論から教えてください。ズバリ一言で言えば50の完全なる再定義および次元を超えた融合です。これまでのラケット開発の歴史を振り返ると、パワーを求めるなら特殊素材を表面に近づけるアウター配置を選び、操作性を求めるなら木材の中に隠すインナー配置を選ぶのが鉄板の定石でした。さらに保ちが欲しければ上板に琴やリンバといったある程度反発力のある木材を使って表面での反発を点で捉えるというある種の逃れられないトレードオフの関係にありました。しかしアウターフォース ZLC はアウター配置という攻撃的な骨格を維持したまま最外層に極限まで柔らかい木材を配置するという極めて知的な第三の選択肢を提示したんです。これはもはや設計の妙というより卓球用具における物理法則に対する挑戦状ですよ。レポートを見るとその構成はアユースウワイタ、ZL カーボン、アユースソアイタ、キリシン材となっていますね。この積層プロファイル自体がサマリーではラケットエンジニアリングの歴史におけるパラダイムシフトとまで激称されています。美咲が思うに、これって最強の盾を持った最強の矛みたいな話ですよね。その通り。TT ギアラボの計測によれば、この構成によって世界標準ビスカリアを超えるエネルギー内表量を実現しながら、驚くべきことにインナーフォースシリーズのような保ちの良さを完全に両立させている。つまりプロレベルのパワーと一般プレイヤーが必要とする許容範囲を同じ1枚のブレードに閉じ込めた。これが本レポートが導き出したバターフライによる2025年の回答なんです。これまでの使いやすさと威力の妥協点を一気に1段階いや2段階引き上げたと言っても過言ではありません。では本丸であるアウターフォース ZLC の構造を物理的に解剖していきましょう。美咲さん、バタフライが提供する公式使用表を詳細に見てください。
板厚は 5.9 ミリ。これどう評価しますか？ 5.9 ミリ。アウターの代名詞であるビスカリアが約 5.8 ミリ前後ですよね。それよりもわずかに 0.1 ミリ厚い。たったそれだけの差ですが、これって私たちの打球感にどう響いてくるんでしょう。たかが 0.1 ミリ、されど 0.1 ミリ。選手にとってはこの厚みの差がラケットの芯を感じるかどうかの瀬戸際だったりします。卓球ラケットの世界では 0.1 ミリは大陸の移動ほど大きな差です。この 0.1 ミリの厚み増加は、上板にアユースという非常に柔らかい起木材を採用したことで、損なわれがちなブレードの剛性を物理的に補うための緻密な計算の産物なんです。もしこれが 5.8 ミリ以下だったら、アユースの柔らかさに負けて、インパクトの瞬間にエネルギーが逃げ、打球がふにゃふにゃになっていたでしょう。5.9 ミリという絶妙な厚みがあるからこそ、柔らかい上板でも打球がぼやけず、芯の通った反発力を維持できる。さらに芯材の霧を厚めに取ることで、ブレード全体の復元力を高めているんです。なるほど。柔らかさをパワーで支えるための 5.9 ミリなんですね。しかも上板のアユースは約 0.5 ミリという驚異的な薄さで設計されています。そのコンマ数ミリの下にZL カーボンが牙を向いて待ち構えているわけですね。これ想像するだけで指先に ZL カーボンの硬質な感触が伝わってきそうです。その通り、アユースは多硬質な構造を持っていて、まるで微細なスポンジが集まったような木材です。それが 0.5 ミリという薄皮1枚で ZL カーボンを覆っている。インパクトの瞬間、ボールが特殊素材に激突する前の初期衝動をアユースが面で受け止め、その直後に ZLC が凄まじい勢いでボールを押し出す。この時間のマジックこそがアウターフォース ZLC の構造的優位性なんです。ここからは感覚を超えた数字の世界へ踏み込みましょう。ケンジさんが最も信頼を置いている TT ギアラボの計測データのコーナーです。待ってました。これを見ないと夜も眠れません。計測レポートによれば、アウターフォース ZLC の一次弾性指数 EP が 2.12 という驚異的な数値を叩き出しています。美咲さん、これが何を意味するか、具体的なラケット名と比較してわかりますか？確か比較対象が重要ですよね。世界標準、誰もが一度は憧れるビスカリアの EP が 2.02、それよりも 2.12 の方が数値が高いってことは、そう、アウターフォース ZLC の方がボールを跳ね返すための潜在的なエネルギー保持量が物理的に大きいことを証明しているんです。さらに衝撃的なのが、完全プロ仕様、もはや一般人には扱えないとまで言われるパワーモデル水谷ユン ZLC の EP が 2.24 であること。アウターフォース ZLC は扱いやすいという看板を掲げながら、その中津には水谷モデルに肉薄するほどの破壊力を隠し持っているんです。これはラケット内部でどれだけエネルギーをロスせずにボールに伝えられるかというポテンシャルの高さを示しています。そんなに？見かけは優しそうなアユース上板なのに、中身はとんでもない武闘派じゃないですか。これレディース選手やジュニア選手が使ってもちゃんと飛ばせる設計なんですか？そこが面白いんです。EP が高いということは、少ない力でも効率よく反発力を引き出せるということ。つまりパワーに自信がないプレイヤーほど、このラケットが持つ 2.12 というポテンシャルに助けられる場面が増える。ただ弾むだけじゃなく、エネルギー効率が極めて高い。これがアウターフォース ZLC の物理的な優しさの正体です。無理に力まなくても、ラケットが勝手にボールを運んでくれる感覚ですね。弾むだけなら昔の硬いカーボンラケットと同じです。アウターフォース ZLC が真に革命的なのは、次に挙げる中方弾性指数 ECEP の数値にあります。その値は 0.91。美咲さん、この数字が何を物語るか推測できますか？ 0.91。通常アウターだと1に近かったりそれ以上になったりして弾きすぎるイメージですが、 0.91 というのは？鋭い。この数値はブレードの中央部がどれだけボールを抱え込んでくれるかという指標です。一般的にアウターラケットはこの数値が高くなりすぎて強打した瞬間に直線的に弾き飛ばす制御不能な飛びにつながりやすいんです。しかし 0.91 という数値は TT ギアラボの定義ではマイルドホールドという非常に理想的な領域に分類されるんです。マイルドホールド。つまりあれだけ弾むのに手元ではググッとボールを掴んでくれる粘り強い感触が残っているということですか？その通り。EP2.12 という強烈な反発力を持ちながら ECEP 比 0.91 でしっかり抱える。
この物理的には本来相反するはずの特性が同居していることこそが、このラケットの正体なんです。レポートでもこの数値のねじれが、プラスチックボール特有の滑りや球離れの速さに対して、ドライブの安定性を劇的に高めていると分析されています。選手からすると、このつかみがあるおかげで、厳しい体勢からでも最後の押し入れで回転をかけてコートに収められる安心感が生まれるんですよね。特に現代の硬いラバーとの相性を考えると、この 0.91 という数値は、まさに素材が暴走するのを食い止めるための黄金のストッパーとしての役割を果たしている気がします。ここで構造の主役、上板アユースの物理特性についてさらに深掘りしましょう。材料工学で使われるヤンカコード指数で見ると、信じられないような事実がわかりますよね。そう、そこが最も語りたかった工学的な興奮ポイントです。国際的な木材コードの指標によると、ビスカリアなどで多用される琴は約920を記録します。対してこのラケットに使われているアイウスはなんとたったの430なんです。 430？ 半分以下じゃないですか？ケンジさん、そんなに柔らかい木をアウターの表面に使っちゃって、特殊素材の切れや初速が死んじゃったりしないんですか？むしろ逆なんです。その柔らかさが切れを実用レベルまで引き出すんです。これをレポートではフィルタリング効果と名付けています。 ZL カーボンという高高度な素材が放つプレイヤーの感覚を置き去りにしてしまうような先すぎる反発と硬すぎる高周波振動を430という低高度のアイウスはフィルターのように優しくろ過してくれるんです。なるほど。不快な衝撃や飛びすぎの原因になる過剰な振動だけを取り除いて、純粋な推進力だけを手に伝える。まるで荒れた路面を平坦に感じさせる高級車の高性能サスペンションのような役割をこの 0.5 ミリのアイウスが担っているんですね。その通り。もしこのフィルターがなければ ZLC の出力は強すぎてコントロール不能な鉄板になっていたでしょう。アイウスという柔らかい盾があるからこそ、私たちは ZLC という最強の矛を自分の意志で安心して振るうことができる。この木材の物性を利用した野生の素材の調教こそがバタフライのエンジニアリングの真髄ですよ。ケンジさん、ここで少し用具の歴史というロマンについても触れておきませんか？バタフライがこのウエイターユースアウター構造を採用するのは、実は今回が初めてではないんですよね。さすが美咲さん、歴史の重みを分かってらっしゃる。その通り、かつての名作ビスカリアライトがまさにこの構成の始祖と言えます。15年以上前、アウターカーボンのパワーをアユースウェイタで制御するというアイデアはすでに実践投入されていました。ビスカリアライトは私もジュニア時代に使っている選手をよく見かけました。軽くて、でもアウターらしく弾んで、すごくバランスのいい名作でしたよね。廃盤になった時は悲しむファンも多かったと聞きます。当時はまだアリレートカーボン ALC の時代でしたが、アウターフォース ZLC はそのアユース×アウターという伝統的な成功の方程式を2025年の最新技術である ZL カーボン、そして現代の接着技術で完璧にアップデートしたんです。歴史の重みと最新の材料工学が融合したまさにバタフライの集大成といえるモデル。老舗の良さを知るベテランには懐かしくも新しい感覚を、若い世代には全く新しい衝撃を与える。これこそがタマスの誇る伝統と革新の具現化ですよ。さあ、ここからは視点を一気にグローバルに広げましょう。世界中のメーカーが実はこのアユースウィターアウターというカテゴリーに密かに参戦しています。まずはドイツのゲボが放つスカイウォーカーです。スカイウォーカー、なんだか銀河を駆け抜ける騎士みたいな、すごく速そうな名前ですね。ドイツ製ラケットってだけで剛健なイメージがありますが、名前だけじゃないですよ。レポートの比較分析表を見て私は椅子から転げ落ちそうになりました。このスカイウォーカー、積層構成がアユース、カーボン、アユース、キリ。そう、木材の順序と種類がアウターフォース ZLC と完璧に一致しているんです。ドイツのメーカーがバタフライと同じ結論にすでにたどり着いていたということですか？はい。板厚も 6.0 ミリ前後で設計思想は極めて近い。ゲオの最新テクニカルデータによれば、このモデルはヨーロッパ流の対全体を使った大きなスイングによる威力ある両ハンドドライブを支えるために、アユースの球持ちを最大限に活用しています。バタフライが ZLC で精密さを洗練させたのに対し、ゲオはより武骨で力強いカーボンでこの構成を具現化しています。まさに海の向こうから現れた最も手強い同門のライバルと言えるでしょう。ドイツといえば老舗中の老舗ドニックも
このカテゴリーに面白い製品を投入していますよね。レポートにも名前が挙がっています。オリジナルエクスクルーシブカーボンですね。これもアユース上板のアウタ構成ですが、決定的な違いはその板厚にあります。なんと 5.5 ミリというアウターとしては異常とも言える薄さで設計されているんです。5.5 ミリ。アウターフォース ZLC の 5.9 ミリと比べると 0.4 ミリも薄い。ケンジさん、これ実際に打つとどれくらい感覚に差が出るんでしょう。全くの別世界ですよ。5.5 ミリという薄さはブレード全体のしなりを極限まで引き出します。ドニックの設計はアユースの柔らかさに加えて、ブレードが弓のように大きくしなる物理的な変形を利用してコントロールを稼ぐというアプローチなんです。パワー重視のアウターフォースに対し、ドニックはよりテクニカルで繊細な操作性重視のアプローチ。同じアユース上板という言葉を使っていても、厚み一つでこれだけ設計思想が変わる。これが用具選びの怖さであり、面白さですね。続いては、卓球王国中国のサンウェイに注目しましょう。まずは、世界的に評価の高い F1 クラシックです。サンウェイって最近はトップ選手も使うような高品質なモデルを次々に出していますよね。コスパだけじゃない本気の技術力を感じます。この F1 クラシックは特殊素材な ALC であることを除けば、アユース上板、キリ芯材という構成はアウターフォース ZLC の生き別れの兄弟のような関係です。操作安定性においても、アユース上板ならではの卓越したブロック性能が証明されています。ALC ということは、感覚的にはビスカリアの上板をアユースに変えたバージョンというイメージでしょうか。まさにその通り。レポートでもソフトビスカリアと評されています。バタフライの ZLC モデルが持つ圧倒的な飛距離よりも、全員でのピッチの速さとカウンターの安定感を重視するプレイヤーにとって、この中国の F1 という選択肢は非常に無視できない高い完成度を誇る存在なんです。さあ、ここからはさらに熱量を上げて後半パートの深淵へ突き進みますよ。同じサンウェイでもより競技者向けの F3 プロになると設計思想は一気に重厚かつ攻撃的になります。美咲さん、レポートの芯材の項目を穴が開くほどよく見てください。F3 プロ。芯材がキリじゃなくてアユースになっている？これバタフライのラケットに慣れている人からしたら信じられない構成ですよね。アユース芯材にするって重さも弾みも全然別物になっちゃう。その通り、芯材アユースの採用。これはバタフライがガンなしに守り続けている軽量切り芯材という伝統的な設計思想に対する中国メーカーからの強烈な、そして独自のアンサーです。アユースは密度がキリの約2倍近くあり、芯材をアユースにすることでブレード全体の密度が跳ね上がり、打球の重さや威力が劇的に増すんです。単に重いだけじゃない。レポートによれば F3 プロはインパクトの瞬間の押し負けが一切なく、放たれたボールの収束、つまり相手コートでバウンドした後の伸びが異常な数値を叩き出しているんです。収束が落ちない。それって受ける側からすると台の上でボールが伸びてくるから差し込まれちゃうやつですね。中国選手が好む粘着ラバーを貼って後陣から全力で引き合うようなスタイルには、この芯材アユースの合成と質量が生み出す推進力が必要不可欠なんだ。でも振り切るには相当なパワーが必要ですよね。はい。レポートのデータでも F3 プロは一発の球の破壊力においてアウタフォース ZLC を凌駕するシーンがあります。しかしその代償として重量の個体差も激しく、90g を平気で超える個体も珍しくありません。運力や脚力が要求される非常に硬派な選択肢となります。芯材一つでここまで性格が変わる、卓球用具の奥深さを象徴する非常に面白い対比モデルですよ。次は中国の新興勢力ロキ、アーサー ZLC についても詳しく教えてください。別名 W81 プロとも呼ばれ、マニアの間ではかなり話題になっていますが、アユースの使い方が非常に特殊なんですよね。アーサー ZLC はアユースという素材の使い方が他社とは一線を画すほど贅沢かつ戦略的です。上板こそ琴という硬い木ですが、その下の添板、そして芯材に至るまで、なんと厚手のアユースを3層も重ねているんです。3層も？ということは、中心部分が全部アユースってことですよね。実質的にはアユースが主役のラケットと言っても過言でらない。表面のことはあくまで弾きの味付けみたいな。そう、合計5層のアユース層。これが
ZLC という極めて硬い素材の反発をまるで巨大な高級低反発スポンジのようにブレードの奥深くで飲み込むんです。表面のことで鋭く弾きつつ、内部の分厚いアユースの層でエネルギーをマイルドに変換し、驚異的な玉持ちを実現する。レポートの物理指数では、アウターフォース ZLC が表面の薄皮1枚でいなすタイプなら、アーサー ZLC は強靭な体幹で全てを受け止めるタイプ。この手法の違いをレポートで比較するのは最高にエキサイティングな作業でしたよ。表面を硬くして中を徹底的に柔らかくする。外はサクサク、中はふわふわの究極のクロワッサンみたいな構造ですね。でもその中の柔らかさこそが ZLC というじゃじゃ馬な特殊素材の性能を最大限に引き出すための唯一無二の鍵になっているんだ。これはカウンター主体の選手にはたまらないスペックかもしれません。相手の強打をバックハンドでピタッと止めて、そのまま前陣でさばくようなプレーには最高でしょうね。さてここで少し専門的な、でも用具選びの本質に関わる芯材の物理学を深掘りしましょう。なぜバタフライはキリを使い、中国メーカーはアユースを芯材に好むのか。これは音響学的な視点からも説明できます。美咲さん、ラケットを耳元で叩いた時の音の違いって気にしたことあります？もちろんです。音がカンと高いと弾む感じがするし、ポコッと低いとコントロール系かなって判断します。でもそれが芯材の物理学とどうつながるんですか？それが打球感のすべてを決定づけるんです。人間の脳は手に伝わる振動と耳に届く打球音をセットにして感触として認識します。キリは非常に多孔質で密度が低いため、特定の高周波振動を素早く減衰させる特性、つまり高い減衰能があります。これにより、ボールを打った直後の不快な残響が手に残らない、極めてクリアな解像度の打球感を実現できるんです。確かにアウターフォース ZLC を打つと、打った瞬間にパシッと音が消える潔さがありますよね。あのクリアさが次の動作への集中力を生むし、繊細な台上タッチの時の情報の鮮度を保ってくれている気がします。一方のアユース芯材は密度が高いため、中低域の振動を長く保持します。これがプレイヤーには重厚な手応えや球の重みとして伝わる。ラリーのピッチが極限まで速い現代卓球において、キリのクリアな高解像度をバタフライが選び、一方で一撃の威力のぶつかり合いを重視する中国メーカーがアユースの情報量を選んだ。レポートもアウターフォース ZLC の持つトリマレなキレの正体は、この計算し尽くされたキリ芯材の振動特性にあると結論付けています。比較対象の鳥を飾るのは、ダブルフィッシュ創業のドラゴンブレード1です。卓球台の老舗メーカーがブランドの再興と威信をかけて本気で作った超攻撃的モデルです。ダブルフィッシュ、最近はラケットの開発でもかなり尖った製品を次々に出して存在感を増しますよね。このモデルもアウターに特殊素材を積んでいるんですが、ウェイタはアユースではないのですよね。はい。ドラゴンブレード1は構成こそ王道のコトウェイタですが、内部にスーパー ZLC クラスの高密度カーボンを積んでいます。しかし、ここでも注目すべきは芯材。やはり、キリなんです。結局世界中のトップブランドが極限の性能を目指すと、最後はバタフライと同じキリ芯材に戻ってくるんですね。そう。極限の反発素材を制御するには、やはりキリの軽快さが必要なんです。しかし、このモデルはウェイタが硬いこと。だから、アウターフォース ZLC よりも圧倒的に打球感が鋭く、冷徹なんです。弾性指数は EP はすさまじいですが、保ち指数 EC は極めて低い。このじゃじゃ馬をバタフライはアユースウェイタに変えることで、どうやって誰にでも扱える名馬に変えたのか。その答えこそがアウターホース ZLC というパッケージングの妙なんです。ドラゴンブレードが触れるものすべてを切り裂く研ぎ澄まされた冷徹な日本刀だとしたら、アウターホースは誰もがその切れ味の恩恵を享受できる使いやすく鍛え上げられた名剣。プレイヤーの技量や好みが試される非常に面白い比較ですね。さあ、ここからはさらにディープな製造現場の裏側に踏み込みましょう。美咲さん、ラケットを組み上げる際の接着剤の重要性について深く考えたことはありますか？普通の人はただのボンドでしょと思いがちですが、接着剤、板と板をただくっつけるだけのものというイメージでしたが、そんなに打球感の本質に関係してくるんですか？命ですよ、美咲さん。特に ZL カーボンという素材は、その分子構造的に非常に樹脂を吸収しにくい扱いの難しい素材なんです。表面に近いアウター構成だと、この接着層の厚みや硬度が打球感の8割を決めると言っても過言ではありません。接着が甘ければ素材は浮き、
多すぎれば木材の質感が死んでしまう。へえ、接着剤の層がコンマ数ミリ違うだけで感覚がぼやけたり、逆に不自然に硬すぎたりするんですね。それってもしかして気温とか湿度の管理もバタフライの工場では徹底されているんでしょうね。バタフライの開発ドキュメントを読み解くと、彼らは繊維一本一本に樹脂を均一にかつ最小限に浸透させる独自の真空加圧技術を持っています。IUS という柔らかい肝材の細胞を潰さず、かつ素材を強固に密着させる。このナノレベルの接着管理が IUS 本来の木のぬくもりを冷徹なハイテク素材の中に共存させている隠れた秘密なんです。これこそが世界が認めるメイドインジャパンの真髄、クラフトマンシップですよ。ここまで各メーカーの個性的なラケットを詳しく見てきましたが、一度サマリー表で整理しましょう。ケンジさん、改めて一気にまとめをお願いします。了解しました。全方位から一気にいきますよ。1、アウターフォース ZLC。ZL カーボン ×IUS× キリ EP2.12 の破壊力と EC0.91 の抱え込みを両立。クリアな解像度が自慢の完成形です。2、ゲワスカイウォーカー。同等の積層構成。ドイツ流のパワフルな両ハンド連打に最適化された堅牢で重厚感のある欧州の U。3ウェイ F1 クラシック。ALC×IUS。操作性において世界屈指の評価。ビスカリアからの移行に最も適したバランス最高モデル。4、サンウェイ F3 プロ。フル IUS 構成による重量級の合成。重戦車のように重い球を叩き込みたい、フィジカル重視のパワー派への最終回答。5、トニックエクスクルーシブカーボン。5.5 ミリの極薄設計。アウターなのに木材5枚合板のような豊かなしなりを求める技巧派テクニシャンへの贈り物。6、ロキアーサー ZLC。内部 IUS 3層による極限のクッション性能と素材のパワーを両立させた中国の戦略的移植作。ありがとうございます。こうして横並びで比較すると、IUS 上見たというキーワードがありながら、メーカーごとに狙っているプレイヤー層が全く違うことがより鮮明にわかりますね。これを知っているだけで、ラケット選びの楽しさが何倍にもなります。改めて、今回の解析の核となったテイティギアラボのアーカイブから非常に象徴的な一文を引用しましょう。アウターフォース ZLC はインナーファイバーの魂をアウターの骨格に宿らせたある種の偉業の傑作である。この偉業という言葉に私はエンジニアとしての熱い魂を感じるんです。魂と骨格、数値がそれを冷徹に証明しているのが面白いですね。中身は優しくて繊細なのに骨組みは強靭で揺るがないみたいな。そうなんです。一次男性指数 EP2.12 という高い男性と中央男性指数 EC0.91 というマイルドな玉持ちの乖離。これは物理法則としては本来矛盾し反発し合うものです。その矛盾を IUS という天然素材が持つ得意な物性で無理やりねじ伏せ、一つの調和へと導いた。レポートはこのラケットをプラスチックボール時代の現代卓球におけるエンジニアリングによる最も知的な解決策と絶賛しています。矛盾を力技ではなく知恵で解決する。それこそが真のイノベーションの証なんですね。プレイヤーとしてもその知的な解決策の恩恵を練習や試合の真った中でしっかりと感じ取っていきたいです。数値を見た後だと自分の指先の感覚がさらに研ぎ澄まされる気がします。さあ、いよいよ結論が見えてきました。このアウターフォース ZLC、ズバリ買いなのは今どんな悩みを持っているプレイヤーでしょうか。ケンジさん、迷っている背中を力強く押してあげてください。レポートの推奨リストによれば、以下の4つのタイプの方々には絶対の自信を持ってお勧めできます。第1に、インナーでは一発の威力が物足りないが、王道アウターでは台上の細かいミスやコントロールが怖いというさらなる高みを目指すステッドアップ層。第2に、粘着テンションラバーや硬い最新ラバーの強烈な個性に負けたくない。むしろその性能を 120% 引き出したいという用具のトータルバランスを重視する選手。第3に、かつてビスカリアや水谷モデルに憧れて購入したが、打球感が硬すぎて使いこなせず、泣く泣く手放したという苦い経験を持つリベンジを誓うすべてのプレイヤー。第4に、木材の打球感が何よりも好きだが、現代のパワー卓球で勝つための飛距離だけはどうしてもカーボンに頼りたいという感性重視のベテランプレイヤー。私もケンジさんの話を聞いて実際に打ってみたくてたまらなくなりました。特にブロックした時の安心感と反撃で打ち抜いた時の爆発力のギャップ。
想像しただけでもう練習場に行きたくなってます。全20パートにわたる熱い、そして深すぎる議論もいよいよ大詰めです。ケンジさん、今回の解析を私たちの用具に対する情熱を込めて総括していただけますか？はい。私たちが今回目撃したのは、卓球ラケットにおける木材への回帰とハイテク素材の進化の極めて高度な融合です。アウターフォース ZLC は特殊素材の種類をただ変えたり、配置を安易にインナー化するというこれまでの解決策をして、あえて最外層の木材物性を変えるという非常にハードで知的な道を選んで成功しました。これは木材という天然素材の無限の可能性を最新のテクノロジーが再発見し、引き出した歴史的な瞬間なんです。特殊素材を木で隠すんじゃなくて、最高の木で正々堂々と包み込み、そのポテンシャルを 100% 引き出してあげる。なんだかラケットという道具に対する深い愛情と敬意を感じる設計ですよね。まさにそれです。エンジニアリングとは単なる数値の積み上げではなく、最終的にはプレイヤーの感性に寄り添い、その可能性を広げるための手段であるべき。そのことをこのラケットは雄弁に教えてくれました。5.9 ミリの板の中に詰まった無数のドラマと計算を私たちはこれからも一打一打の打球の中に感じていきたいですね。最後に、レポートの結びにはこうあります。2025年以降、アウターラケットの新たな評価基準は、アユースウォーバイトを基軸とした操作性との高度な共存へと完全にシフトするだろう。これが、これから10年の卓球界の新しいスタンダードになっていくんですね。本当にワクワクします。間違いありません。バタフライが開拓したこの道を、他の世界中のメーカーがどう追いかけ、時には追い越そうとするのか、メーカー同士の健全な技術競争が私たちの卓球をより楽しく、より自由に、そしてよりクリエイティブに進化させていく。聞いてくださった皆さんも、ぜひこのソフトアウターが起こす革命を自分のラケットケースの中に迎えてみてください。ケンジさん、今日は本当に濃密で熱い解説をありがとうございました。私ももっと用具の勉強をしたくなりました。さようなら。最高の、そして物理的に理にかなった卓球ライフを。ありがとうございました。さようなら。